そうね、必要な時にはどんどんこう回転数を上げていく。で、かなりそこにね、メリハリがある。で、反応の弱い領域はあんまり使わせないようにと。シフトプログラムが元気いいので、マニュアルモード出した方がね、滑らかだったりするんですよね。面白いところ。オルガンペダルよく言われますけれども、かなりね、ペダルが外寄りです。右ハンドルですので、右寄り。で、コンパクトカーほど、右前輪の脇にアクセルペダルが来ることが多いですから、ほんとね、このドラポジの良さ、アクセルペダルの良さで言ったら、マツダ2がね、一番味わえます。今回はマツダ2、高圧縮エンジンと呼ばれるタイプのエンジン、P5VPS に乗って感じた印象をメインに述べていきます。高圧縮だからパワフルというわけではなくて、でもクラス最高でしょって思う質感の高さ、アイドリングでの振動少なくて音良くて高回転で伸びる特性、トランスミッションの印象と合わせて語っているので聞いていってくださると嬉しいです。また動画後半は次期マツダ2に関する話題です。まずは車内でのエンジン音を出します。お願いします。感想は、車外では低音域強くて、車内では軽やかで安っぽくない音質だと思います。それでは本編スタートです。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵です。車を走らせながら、エンジンに関する印象と、あとね、後半が次期マツダ2はどうなるみたいな感じで、半分がネットで転がってる情報と、あともう半分が自分の考察的なところでね、話していきたいなと。そうね、これマツダ2今でも乗って思うのは、変わらない方がいい、変わらぬからこその魅力なんていうのもね、このエンジンとかトランスミッションから受けるところがあって、で、全体がだね、このマツダ2コンパクトカーの元気良かった、そういった時代からのコンパクトカーのイメージ、そういったものがね、もうすごくね、具現化されているんですね。具現化っていうのは分かりやすく形になっているって意味で、なのでね、変わらないからこそ魅力である部分が結構あって、でやっぱりでもね、この車、デミオ時代から数えてもう11年目とかになってきますから、変わった方がね、いい部分も変わってほしいというね、思いもある。といったところでね、時期型の話に続けていきたいなと。じゃあまず乗った感じのね、エンジン、トランスミッションの印象からいきますね。今日の車は、高圧縮と言われるタイプの P5VPS です。1500cc の純ガソリンエンジンですね。で、まずはじゃあパワーの出方からいきましょうか。もうこれね、もう単純明快。高回転型のすごくね、コンサバティブと言えるようなガソリンエンジンです。パワー的には4500回転から5000回転あたりで盛り上がってきて、ぐーっとね、伸びていく。その下はね、1500cc といって、どうでしょう、自分の中で言うと、そんなにね、パワーはない。その代わり高回転で伸びていくようなね、感じが強いと、そういった感じです。あとはこの低圧縮エンジンどうなのかと、今まで自分たちね、2021年式の、その前の圧縮比12だった頃の、マツダ 21500cc に乗っています。その辺の印象から考えて結構ね、燃費優先の領域と、パワー優先の領域がメリハリがあって、それをAT トランスミッションが補っていくような形でね、全体として統一されているような、そんな印象を受けます。やっぱりね、エンジン単体でどうこうっていうのはもうなかなかありえなくて、トランスミッションとのね、協調制御の中でどうなっているかというのがね、人が感じるエンジンの質感につながっていきます。本当半分トランスミッションというかね、半分以上トランスミッションといった感じになってくるかな。でね、低燃費領域、今なんかちょうどね、アクセルペダルの反応ほんと薄くて、
でシフトダウンもしない速度、時速60キロでね、その領域を使っています。こういったあたりをもうちょっとね、低速の時、4、50キロの時には避けるように、もうぐんぐんね、3000回転とかを頻繁に使っていくんですね。もうどんどんシフトダウンして、反応の弱い領域とか低燃費の領域を避けるように、多分難しいんでしょうね。で、そうね、必要な時にはどんどんこう回転数を上げていく。で、かなりそこにね、メリハリがある。で、反応の弱い領域はあんまり使わせないようにと。で、この多分アトキンソンサイクル領域、バルブタイミングとかでね、エンジンの排気量を効率いい方向にこう調整して、で、圧縮比14とかね、この車のスペック、多分最大圧縮比って意味だと思うんですけれども、その領域を使って燃費優先で走らせる。で、カタログ燃費もね、いいですからね、このあたりはちょっと後で話します。で、必要な時には、パワーが必要な時というかね、微妙なアクセル操作にすごく応えてくれて、で、車がギクシャクするのもね、ちょっと無視するように、もうどんどんね、低速側のギアを使っていくような感じを受けます。本当ね、その領域を受けるというかね。で、エンジンルーム除いてもね、先ほど説明させていただいたように、多分 EGR のね、システムだと思われるものがヘッドカバーの上にバーンと乗っていて、すごくね、大きな、EGR クーラーまでの役割兼ねてるようなね、ヒートシンク的な作りしていて、で、こういったところがね、最新世代のスズキスイフトとかでも同じようなところを見受けられました。車が軽いという感じとかはなくて、燃費優先で、反応の弱いところもね、もう普通にある。もう細かいとか、細かくないアクセル操作に反応してくれないところとかがね、いっぱいあるようなエンジンでした。スイフトのエンジン。出だしの30キロまではね、すごくこうスロットル特性を敏感にして、で、発進させて、その後はスロットル特性をすごく穏やかにするみたいなところがね、スイフトのエンジンだったわけですが、マツダ2も、多かれ少なかれ同じような考え方があって、で、シフトプログラムでそこをどんどん避けていくような元気の良さがこっちのマツダ2の方、そうしたね、印象を受けています。で、エンジンのコンサバの部分で言うと、典型的なね、高回転でぐーっと盛り上がる。で、4000回転ぐらいまではそんなにパワー感がないというのと、あとエンジン音は停止中吹かしてみても、走行中アクセル踏んだ時もかなりね、元気のいい、低音域の響くボワッというようなね、音を出します。マツダ3の方がね、同じエンジン搭載していても歯切れが良かったりするので、少しね、違いはあるのかな。でも低音域が強調された迫力のある音っていうのはね、どっちも一緒です。マニュアルモードにして走っていきましょうか。この車ね、さっき言ったようにシフトプログラムが元気いいので、マニュアルモード出した方がね、滑らかだったりするんですよね。面白いところ。ドライバーが滑らかに走らせようねみたいなね、感じ。マツダの思想というかね、ポリシーというか、ぴったり合ってるんじゃないかな。面白いです。で、じゃあマニュアルモードで走らせながら、続きの話。アクセルペダルの話しましょうか。これね、オルガンペダルよく言われますけれども、かなりね、ペダルが外寄りです。右ハンドルですので、右寄り。これは、例えばフィットとかですと、右前輪の左脇にアクセルペダルが来る感覚。で、マツダ2の場合は、右前輪の後ろ側にアクセルペダルが来る感覚。なので、そうね、ドラポジで右足がきつくない位置に来ると。この辺りがね、大きい車だとはもう大体ね、何乗っても当たり前にこういった作りされています。特に後輪駆動車とかね、もうこれはもう当然です。で、コンパクトカーほど右前輪の脇にアクセルペダルが来ることが多いですから、それが普通。なので、このマツダ2の存在意義があると。本当ね、このドラポジの良さ、アクセルペダルの良さで言ったら、マツダ2がね、一番味わえます。例えば軽自動車とか他社のコンパクトカーから乗り換えた時に、もうアクセルペダル外寄りだねって感じるのは、このコンパクトクラスのマツダ2が一番強い。理由は、他社ね、コンパクトカーほど
アクセルペダルを左前に出して、で車内ね、後ろのスペースを稼いでいくというのが最近の文法になっていますから、このマツダ2がね、そういった部分ね、一番こう良さを感じやすい、そういったドラポジです。あえて言うとね、アクセルペダルとブレーキの段差、最近結構マツダ車多くなってきています。大きいです。マツダ2だけではなくてね。で、このドラポジの良さを生かすには、自分はね、もうちょっとね、アクセルペダルとブレーキペダルの段差は少ない方がいいんじゃないかななんてね、思っています。難しいですけれどもね、踏み間違い防止の観点から、アクセルとブレーキのペダルのこの段差というのはね、どんどん大きくなってきた。スズキの車がこれ結構ね、小さめで、単純な運転しやすさで言ったらね、自分そこすごく好きなんですね。ただね、この辺りはこういろんなお客様にいろんな方が乗られるのが車ですから、ほんとね、18歳からは80歳ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんまでね、乗られる車なので、特にね、コメントしてどうこうっていうわけではないんですけれども、特にマニュアル車の場合かな。マニュアル車だったら、この段差はね、なるべく小さい方がヒール&トゥーの自由度高くなりますからね。で、後ろになかったらちょっと N レンジにして走行中のエンジン回転数の落ち方とか見たかったんですけれども、ちょっとね、ごめんなさい、後ろ車いるのでね。で、あとね、お伝えしたいのがドライブモードは2種類です。スポーツモードとマニュアルモード。スポーツモードは一段高い、ギア、ごめんなさい、一段低いというかね、低速側のギアを使われることが多いのと、あとアクセルペダルのスロット特性がね、すごく敏感になります。もう本当、今も 5%、0から 5% の間でね、コントロールするような感じ、もう0まで戻さないね、っていう感じになってきまして、すごくね、もう、カミソリあるような、これスポーティーカーなのって勘違いしちゃうようなね、そうしたスロット特性になります。面白いですね。ちょっとスポーツモードはしていきます。で、後半。ごめんなさい、燃費の話しなかった。燃費は、カタログ値でね、WLTC モードで20キロをちょっと超えています。かなり数値いいですよね。マイルドハイブリッドのスイフトを除くと、ヤリスの 1000cc とかと同じような数値です。全然ね、悪いということがない。で、あと、タンクの容量がね、ガソリンタンクの容量が48とかだったかな。ちょっとね、調べたサイトの記載ミスでなければ、すごく大きいです。間違いなのかなってね、自分思っちゃいましたね。ちょっと後で公式サイトで見れたら確認しておきます。で、燃費良くて、ガソリンタンクの容量多ければね、走れる距離は長くなる。ただガソリンってね、劣化しやすい物質ですから、液体ですから、ちょっとね、車の振動とか目立ってくるのはガソリンの劣化なんていう場合がね、よくあるので、可能だったらね、毎月1回ちょびっとずつ入れていくとかね、いろいろ工夫された方が気持ちよく走れるんじゃないかなっていうのはね、予想できます。ちょっとメーター映しますね。ごめんなさい、ちょっとね、光がいて見えたかな 13.4 キロ。こっち 61.7 キロ。なのでね、この辺がやっぱり新しい世代とか何を重視してるといったところの違いになってくるんでしょうかね。といった次第です。で、こんなところですかね。じゃあ、ここからは、後半、次期マツダ2どうなるのみたいなね、話です。まずね、不確定要素が強いんでね、ちょっと現状分かってるところから、北米ですと、2015年から2020年まで、マツダ2がヤリスとして販売されていました。トヨタにね。マツダからトヨタへ。で、2022年からは、ヤリスハイブリッドがマツダ2ハイブリッドとして供給されています。つまり逆転しましたね。マツダからトヨタに行っていたのが、トヨタからマツダに来た。で、欧州かな。よく言われるのは欧州で、マツダ2ハイブリッドというのが、中身ヤリスでね、販売されていると。これが一つ確実なところ。で、あとは、マツダ2に近い車で CX3 という車があります。マツダ2の背を高くしたような SUV スタイルの車。で、この車の時期型が、タイ生産としてこれから出てくるというのがね、言われています。
今対工場を作ってるらしくて、対工場ができて第1弾の車が、CX3 になるのではないかと。なのでね、まだ細かいところまで出てきてないんですけれども、公式にそこまでは発表されていて、あとハイブリッドになるであろうというところから、おそらくはマイルドハイブリッドになるのではないかなっていうのがね、言われています。で、ここからです。さあ、日本のマツダ2はどうなっちゃうのか、どういう形で出てくるのか、憶測、推測、そうね、考察か、そんな感じで言うとね、可能性として自分高いなと思うのは、CX3 に吸収されるような感じで、一旦マツダ2はお休みとかね。一旦って言ったのはちょっと後で付け加えます。で、SUV のマツダ2みたいなね、形になってくるのかななんていうのがね、ちょっと思うところです。そう思う理由は、今ね、SUV が売れてるからっていうのが理由でもあって理由ではなくて、これがね、トレンドではないと思うんですね。今一過性のものとしてセダンとかが不人気で SUV に寄っているという意見もある中で、自分が思うのはもう車の基本形がね SUV になってくるなんていうのをね感じます。SUV が車の基本形になって、その派生としてコンパクトカーとかクーペとかが出てくるようなね。その理由は、実用性とかで言ったら、実用車はやっぱり背が高い方がいい。車内広くなりますし、着座位置も高くなって見晴らしもいい。で、場合によってはね、洪水とか荒れた路面とか、路面環境にも強い。で、もう一つが趣味性としてクーペとかね、ものすごく低い車、低く座れる車なんていうのがね、主流になってくるような。で、この二面性がはっきりしてくるんではないかと。なので、車の基本形、実用車で言ったら、昔みたいなセダンとか、こういう B セグコンパクトが、置き換わって、SUV に置き換わっていく。で、マツダの場合、特にね、SUV 力入れてるような感じ受けますから、CX3 が基本形になって、もしかしたらね、その尺を下げてマツダ2が出てくるのかもしれない。期待したいかなというところでね。で、そこには、やっぱり技術の進歩で、車高を上げても、車の挙動とかが落ち着かせられるようになった。で、足回りを固めなくても挙動が落ち着くとかね、乗り心地確保されて挙動も抑えてみたいな感じが多くなってきている。そういった部分もね、挙げられると思います。燃費性能もだね、車高を上げて車大きくなって燃費性能落ちるところを、技術の進歩で補っている。そういった部分も、側面もね、結構強いなと思います。で、あとはね、欧州でマツダ 2E なんていうのがね、商標登録されたなんていう話を聞いたことがあります。商標登録取っておくというのは、いざという時に備えてね、誰かに取られちゃう前に取っておくといったのが基本になりますけれども、取っておくということはね、出てくるかもしれない。で、E とつくわけですから、電気自動車になってくるのかなと。で、そしたらね、日本でもマツダ 2E みたいなね、電気の充電できるマツダ2、こういうね、コンパクトが出てくるかもしれないですね。その可能性は考えられると。そうなってくると、日産で言ったらサクラみたいなね、シティコミュニケーター的な、シティコミューターかな、的な、コンパクトカー、ご近所とかメインにね。でもそこにマツダらしさ、マツダイズムみたいのがもうしっかりしていて、運転の快適性、ドライバーが楽しいと思えるような操縦性とかね、そういった部分が、形が変わってもね、マツダらしさだけはしっかりアピールしたような車として出てきてくれる。結論としてはね、自分はこれが楽しみです。電気の比較的安価な電気自動車でマツダらしさがすごく強い。そうした車ね。ロータリーエンジンだったりなんかしたらね、またそこにも夢ありますしね。といったことで、今回の動画は以上になります。よろしければチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。